これが私のバーチャルボディ。うわ、すごい。手が、足がちゃんと動く。しかも制服、やばい。学生時代ぶりに来たんだけど。浮かれてるな。これいいな。これが私のバーチャルスタイル。まだ気づいてない。よし、このままバーチャルアイドルデビューだな。まずは自己紹介動画を撮って、その次は歌って踊って、よし、そうと決まれば早速作業開始だ。やっと気づいた。誰君？あなたをサポートする AI ロボです。どっから見てた？ずっと。ずっと制服で浮かれてたところから？はい。お、これが私のバーチャルボディのところからずっと見てました。もっとかっこよく振る舞っとけばよかった。はい。ということで、学んで真似して自分流、進化し続ける変幻自在の VTuber、ナナトラです。そして、こっちにいるのが私のサポート AI のセプトです。魔法少女に憧れ設定ということで相棒を作ってみました。自分で名前をつけてみてごらんって言ったら、ナナトラのナナとラテン語で7を意味するセプテムからセプトという風に名付けたみたいですね。いやー、最近の生成 AI ってすごいですね。まあ、ということで VTuber デビューしてから早いもので1ヶ月、チャンネル登録してくださった皆さん、ちらっとでも覗いてくださった方、本当にありがとうございます。この七色シンフォニーでは1ヶ月の振り返りと次回予告を行っていきます。ということで早速2月の振り返り。まず2月の学びはこちら。VTuber めっちゃおるやん。YouTube や X で検索すると、まあすごい人数出てくる VTuber。そんな私も VTuber に仲間入りしたわけですが、いやー、一体何人いるのよっていう風に調べてみたら、2022年の11月時点で2万人に到達っていう記事を見つけまして、はあ、めっちゃおるやんと驚いた次第でございます。まあ本当そんな中ですね、貴重な時間を割いて私の動画を見てくださっている皆さんに大変感謝です。そして続きまして、ハッシュタグ大事。こうして動画投稿と X の運用をしているわけですが、何せこのような感じで定期的に動画投稿するのは初めてでして、動画投稿や記事の投稿をする中で、ハッシュタグの大事さっていうのを学びましたね。結構タグをつけていると関連で見てくださっている方もいらっしゃいました。続いて、ショート動画すげえ。ハッシュタグ同様大事だなって思ったのがこのショート動画ですね。X と YouTube の両方に掲載してますが、ちらっとでも人に見ていただける機会が増えて、再生回数見て、すげーっていう風に思いました。そして最後、動画の終わり5秒っていうことで、動画終わりの5秒って次の動画のお知らせを入れるのにすごい重要なんだなっていう風に思いました。最初ね、この終わり5秒あるの知らんくって、と思いながら、最初の動画入れられなかったですね。そっからですね、最近動画作る際には、終わり5秒には余裕を持たせるように気をつけるようにしました。そして、できたこと。毎週金曜夜9時投稿。いやー、ほんとね、自転車操業みたいな感じでしたが、2月はなんとか毎週投稿できました。平日は基本仕事をしているので、職場への行き帰りの電車の中でスマホで音源を作成したり、帰宅後に編集作業したりと、忙しくしておりましたが、一つ一つ作品を作っていくのは本当に面白かったし、毎回自分自身が楽しめてるかなと思います。そして、再生リスト全部作ったということで、2月中に全再生リストを作成することができました。これで私、ナナトラがどんな動画をアップしていきたいかっていうのがなんとなく分かっていただけるかなと思います。ボイスパレット、ナナトライブラリー以外の再生リストにはテーマ曲を作成して BGM で流してます。トライカラーズと、七色アーカイブのテーマ曲についてはそのうちミュージックビデオをアップする予定です。さあ、ここからは動画の裏話。
まず一番最初に投稿したのがバレンタインキッスのカバー曲ですね。X には書きましたけど、バレキスをフルで聞いたのはテニプリの押したり勇士のバレキスが初めてで、この気になった方は押したり勇士検索してみてください。色気がやばい、見た目は大人な中学校3年生です。テニプリはですね、いろんなキャラがバレキスを歌ってて、2月はほんとバレキスのオンパレード。VTuber するんだったら絶対この曲カバーしてやろうっていう風に目論んでました。8月はですね、絶対サマーバレっていうまた別のテニプリのね曲があるんですけれども、このサマーバレをカバーしたいと思っているので、音源作り頑張ろうかなと思います。そしてトライカラーズ7トライブラリーボイスパレットと派生して作ったタマと不思議なラジオシリーズ、初めての絵本作りということで、自分が思った以上にしっかりとした感じのができて大満足しております。コメントにもありましたが、夏休みの自由課題とかでやってみると面白いかなっていうふうに思います。今見てくださっているお子さんがいらっしゃるご家庭の方、今年の夏お試しあれ。そして生成 AI への指示、陰謀論にハマった猫、だいぶパンチがありますが、作ったきっかけはですね、絵本作りのポイントにもあったように日常の出来事や自分の経験です。友人がどっぷりと陰謀論にはまってしまったことがきっかけだったんですけど、世の中いろんな不確かなことがありますけど、あまり心配しすぎず今を大事に楽しく過ごそうよという風なメッセージを込めた作品です。さて最後は七色アーカイブ節分についての動画。これ当初は考えてなかったんですけど、2月2日当日に節分だという風に気づいたことがきっかけで作った動画です。投稿時期は外れてますけど、来年以降の自分のための記録として残しておこうかなと思いました。でもいろいろ調べてみるとすごい奥が深かったです。これが通常の2月3日が節分だったらこういう風に調べる機会はなかったかなっていう風に思ってます。これからも自分の備忘録として学びの記録を残していけたらなっていう風に思います。では振り返りはここら辺にして、次回予告。さあ3月といえば卒業シーズン。ボイスパレットではナナトラが年前に友人と作ったオリジナル卒業ソングを披露。そして米津玄師さんのさようならまたいつかをカバーしちゃいます。トライカラーズではまたもや黙々と制作中。次回卒業さよならまたいつか、最終回みたいなタイトルだけどまだまだ続くよ。